今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から8番目の宿場、大磯宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。ここは、金中バスの長者町バス停。東海道53次の8番目の宿場、大磯宿巡りはここからスタート。一つ前の平塚宿からは、金中バスの古花水バス停から約5分。Google マップによると、平塚宿から大磯宿は、徒歩で約24分、約 1.7km の距離。平塚宿から旧東海道を歩いて、大磯宿まで来るって方法もある。今回は、バスで来るルートで大磯宿を目指す。大磯宿があったのは、現在の神奈川県中郡大磯町。だいたい赤丸のあたりで、海に近いところに大磯宿があった。長者町バス停でバスを降りたら、バスの進行方向に向かって進む。最初の横断歩道を渡って、道路の反対側に行く。令和6年、2024年6月時点では、横断歩道を渡った先にコインランドリーがある。そのコインランドリーの手前にある細い道を右に曲がる。そのまま直進。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見つけ、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。細い道を少し進むと、道が少し広くなる。その先で、道は二股に分かれる。その左側の道を行く。また細い道になるけど、気にせず、先に進む。ここは、徒歩だから通れる道ですね。ストリートビューがない道だったから、本当に通れるか、ここに来るまで心配だった。この坂を登り切ったところが旧東海道。松並木があるから、平塚宿から歩いてくると楽しめると思う。途中に見どころもあるから、旧東海道を十分に楽しみたいなら、徒歩がおすすめ。ここが旧東海道。左が京都方面で、右が江戸、日本橋方面。ここから江戸、日本橋方面の旧東海道は、東海道本線で分断されてる。でも、地下道で繋がってるから、一応、旧東海道を通ってくることができる。大磯宿の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附跡は、ここを左に曲がった先にある。ここは松並木があって、街道って雰囲気がある。最初に行くのは、江戸方見附跡。地図の青い線が旧東海道で、赤い点の間に大磯宿があった。赤丸のあたりに、江戸方見附跡がある。江戸方見附は、宿場の江戸川、日本橋側の出入り口。大磯宿の解説では江戸見附になってるけど、このシリーズでは江戸方見附で統一しようと思ってる。見附は防衛施設で、宿場の出入り口に設置されてた。東京にある赤坂見附とかの見附は、江戸城の城門のこと。ここから大磯宿に入る。大磯宿は、慶長6年、1601年に宿駅天満制ができた時に設置された宿場の一つ。宿駅は宿場のこと。天満は、幕府の公用のために宿駅で乗り継ぐ馬のこと。源頼朝が鎌倉幕府を開いてから、鎌倉と京都を結ぶ上洛道が発展した。それが東海道の始まりと伝えられてるらしい。鎌倉時代、大磯の中心はここよりも東側、気合坂付近だったみたい。平塚宿の上方見附からここまで約 1.7km だから、鎌倉時代の大磯の中心を見ながら歩くのもいいと思う。松並木もありますしね。松並木から楽しみたいなら、気合坂バス停から歩くのがおすすめ。気合坂バス停からだと、この特徴的な建物のところで、旧東海道は右に分岐してる。自転車で旧東海道を走破した棒動画を見た人なら、見覚えのある建物かもしれない。分岐したところから、松並木が始まる。そして、その松並木が終わるのが、この辺り。車も通る道だけど、
交通量は多くなかったから、松並木を楽しみながら歩けると思う。旧東海道は、この先の三沢橋東側交差点で、国道1号線と合流する。松並木と江戸方見附跡に興味がないなら、JR 大磯駅から大磯宿巡りを始めてもいいと思う。次に行く大磯宿関係のところは、ここから約260メートル先にある、大磯駅入口交差点より先にある、奥の方に少し見える歩道橋のあたりが、大磯駅入口交差点。次は、北組問屋バーと、江戸方見附からは距離がある。北組問屋バーとは、令和6年、2024年6月時点で、中南信用金庫の駐車場のところにある。問屋場は、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担ってた。大磯宿には、問屋場が2軒あって、北側、江戸川にあったのが北組問屋場。解説には、当時の様子が描かれてる。この駐車場は、中南信用金庫から離れてるから、中南信用金庫を目指してると、通り過ぎてしまうかもしれない。そして、すぐ近くに、次の目的地がある。次は、小島本陣跡。北組問屋バーとのすぐ近くにある。小島本陣跡は、令和6年、2024年6月時点で、レンタル着物屋さんのところにある。江戸時代の雰囲気が出てるけど、なんとも言えない気分になる。本陣は、幕府公用人や大名などが泊まる宿のこと。大磯宿には本陣が3軒あった。大磯宿の本陣は、天保7年、1836年の大磯の大火で焼失。再建されたけど、建坪は縮小したとのこと。慶応元年、1865年の書状によれば、ほぼ共和の姿に戻ったとあるらしい。共和年間は、1801年から1804年、大磯宿の本陣で、資料が残ってるのが、この小島本陣だけみたい。本陣跡のようにしてる雰囲気ですが、レンタル着物屋さんというのが、複雑な気持ちにさせますね。そうだよね。ちなみに、小島本陣跡は解説だけじゃなくて、石碑も立ってるみたい。レンタル着物屋さんの横に石碑がある。すごくわかりにくいけど、赤枠のところにあるのが、小島本陣跡の石碑だと思う。動画編集中に知ったから、ちゃんと撮影してなかった。小島本陣跡から少し進むと、次の目的地がある。次は、小上本陣跡。小島本陣跡から少し進んだところにある。小上本陣跡は、令和6年、2024年6月時点で、中南信用金庫本部のところにある。大磯小学校発祥の地と、小上本陣跡は、同じ石碑に刻まれてる。大磯小学校は、令和5年、2023年4月に、開校150年を迎えたとのこと。大磯町にあるもう一つの小学校、国府小学校も、令和5年、2023年に開校150年だったらしい。小上本陣は、大磯宿で最初にできた本陣で、元和6年、1620年にできたみたい。続いて、小島本陣、これから行く石井本陣ができたらしい。石井本陣跡は、ここから見えるところにある。大磯宿は、重要な施設が比較的近くにあった感じ。次は、石井本陣跡。京都方面に向かって、左側にある。石井本陣跡は、令和6年、2024年6月時点で、大内館のところにある。解説とか石碑はないみたいだった。大内館の看板には、政府登録国際観光旅館って書いてある。政府登録国際観光旅館は、昭和24年、1949年に施行された、国際観光ホテル整備法に基づいて登録された、旅館、ホテルのこと。基準を満たした旅館、ホテルが登録されるとのこと。でも、平成26年、2014年、外国人利用が多い施設の約7割が、宿泊客が増えるメリットはないと考えてることが分かった。その調査は総務省が行って、現状で継続の必要性はないとして、観光庁に抜本改善を勧告したとのこと。その後、どのように改善されたのかの情報は見つけられなかった。令和6年、2024年2月に、新たに2件の旅館、ホテルの登録が公表されてる。
観光庁が公表している情報によると、令和6年、2024年3月5日時点で、登録件数は、旅館が1380件、ホテルが969件とのこと。大内館は、観光庁の一覧にはあるけど、閉館したという情報もあった。本当に閉館したのかわからないけど、令和3年、2021年に休業してた期間があるのは確かみたい。照ヶ崎海岸入り口交差点で、旧東海道は進路を変える。その交差点には、大磯照ヶ崎海水浴場の石碑がある。まっすぐ行く道が国道1号線。左側の道が旧東海道。次は、南組問屋バーと、旧東海道が国道1号線から分岐するところにある。旧東海道と国道1号線の間に、南組問屋バーとの解説がある。ここの解説にも、当時の様子を書いた絵がある。戸塚宿は問屋場が3軒あって、毎月何日から何日までがどこどこが担当って決まってた。大磯宿もそうだったのかもしれないけど、どう役割分担してたかについての情報が見つからなかった。江戸時代は、旧東海道から分岐した国道1号線のところに道はなくて、その辺りに南組問屋場があったんだと思う。さっきの地図をよく見るとわかるけど、旧東海道はすぐに国道1号線に合流する。この先、旧東海道が曲がってて、現代の道路としては危険だから、新しく道を作ったんだと思う。標高で色分けした地図を見るとわかるけど、旧東海道も国道1号線も、標高の高いところを迂回してる。何かしらの理由はあったと思うけど、旧東海道の迂回は極端な気がする。これが見つけのところなら、宿場の防衛のためって思うけど、宿場の中でここまで曲がってるのは不思議な気がする。昔はもっと海が近くて、海岸線を通ってたという可能性もありそうですよね。あるいは、標高の高いところが、もっと海側まであったとか。ここで旧東海道は国道1号線と合流。国道1号線も曲がってるけど、旧東海道と比べると車で通りやすくなってる。ここから大磯宿の終わりまで、国道1号線を通る。次の目的地は、京都方面に向かって右側にある、国道1号線と合流したところの交差点で、道路の反対側に渡っておく。この先に、サザレ石ってバス停があるけど、その地名は、小島本陣の当主、小島才三郎とも関係があるらしい。名前の読みが合ってるかは不明。才三郎は、和歌山藩御用として、大磯海岸の玉砂利、サザレ石の採取を命じられた。大磯海岸の玉砂利は、様々な色をしてたことから、サザレ石と呼ばれていたとのこと。やがて、サザレ石の採取は、才三郎の専売特許となったらしい。サザレ石は、今も大磯海岸で見られるみたい。次の目的地は、サザレ石バス停のすぐ近く。次は、考察バーと、サザレ石バス停から少し京都側にある。サザレ石バス停から、京都方面に数歩進む、民家の塀の上に、考察バーとの解説がある。ここは見落としやすいから、注意が必要だと思う。考察場は、掟やハットを掲げておくところ、荷物運搬の料金とかも掲げられてたらしい。考察場は神奈川宿とかで復元されてるけど、大磯宿では解説に絵がある。道の反対側から見ると、こんな感じ。見落としやすいのがわかると思う。令和6年、2024年6月時点では、金中バスのサザレ石バス停が目印になる。考察バーとの解説には、バックの権威を示すために、見上げるようにできてたって書いてあった。考察バーとから少し進んだ左側には、湘南発祥の地の石碑と解説がある。令和6年、2024年6月時点では、市議達案の案内標識が目印。次は、湘南発祥の地。大磯は、湘南発祥の地と言われてる。中国の湖南省にある、洞庭湖のほとり、湘江の南側を湘南というらしい。その湘南と大磯が似てたから、湘南と呼ばれるようになったとのこと。湘南発祥の地は、大磯宿と直接的に関係してるわけじゃないから、機会があったら、もう少し深掘りしようと思う。次に行く場所は、大磯宿の京都側の出入り口、上方見附跡。
宿場巡りシリーズを見てきた人はわかると思うけど、脇本陣がまだ出てきてない。それもそのはずで、大磯宿には、脇本陣がなかったらしい。脇本陣は、本陣が使えない時に使われた宿泊施設のこと。脇は、予備という意味。大名とかが使ってない時は、一般客も宿泊できたとのこと。大磯宿に脇本陣がない理由は、調べたけどわからなかった。次は、上方見附跡。上方見附は、宿場の京都側の出入り口。上方見附の本当の場所は、そこの東関道バス停付近だったみたい。解説には、街道を挟んで両側に台形状に石垣を持って作られって書いてある。これが一般的な見附のことなのか、大磯宿の見附のことなのか、大磯宿の上方見附のことなのかは不明。江戸型見附跡の解説には、見附の形状が書いてなかったから、大磯宿の上方見附のことの可能性が高そうな気はする。大磯宿の上方見附は、東小磯村か宿の外れにあったとのこと。大磯宿は規模が小さかったから、東小磯村を家宿としてたらしい。家宿とは、宿の負担を軽減するために、周辺の村を宿駅に加えたもののこと。江戸、日本橋方面に向かってるけど、大磯宿はさっきの上方見附跡のところで終わり。次の小田原宿に行くには、JR 大磯駅から東海道本線で、小田原駅まで行く。JR 小田原駅からは、徒歩かバスで江戸方見附跡に向かう。徒歩だと小田原駅から約17分。バスだと小田原駅から約5分。そこから徒歩で約1分。JR 大磯駅は、江戸、日本橋方面に向かって左側にある。大磯宿の上方見附跡から、JR 大磯駅までは、徒歩で約10分の距離。湘南発祥の地近くにある、重立沢交差点を左に曲がる。この道を道なりに行けば、JR 大磯駅に行ける。バスだと、上方見附跡の近くにある東関道バス停から、JR 大磯駅まで、約4分で行けるらしい。バス停は、上方見附跡の反対側、京都方面に向かって右側だから、注意が必要。ということで、東海道53次の宿場巡りシリーズ、大磯宿はこれで終わり。次の小田原宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。